いしょよいしょよいしょよいしょということでね、腹筋やった後はですよ、ミートソースパスタ食いたくないですかみんな。あ、腹筋やったらで食べたくなりますね。でしょ、はい、で相性がいいんですよ腹筋とミートソースは。いや、そうっすよね。はい、いやもうかなり相性いいですね。今日またね馬肉ですよ。はい、馬肉を使った家でできる超簡単な、コクと深みのあるミートソース作りということで、やらせていただきますんで、お付き合いください。またはい、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあもうね早速始まっちゃってるんだけど、はい、これ沢井社長からいただいた肩ロース、馬肉の肩ロース、これをうちにあるフードプロセッサーでひき肉にした状態ですね。塩コショウして、でこれねミートソースを美味しく作るポイントとしては焦がしてほしいんですよ。焦がすんですか？はい、なんで、ちょっとこうやって塩コショウなじましたらちょっと置いといて、もう焦がすまでもう強火でもう放置。焦がすってちょっとですか？いや結構焦がしかマジですか？大丈夫ですか？結構焦がさないとミートソース深みがねやっぱり、出ないんですよ。はい、なんで野菜と肉を今から炒めるんですけど、しっかりと焦がしてください。じゃあこれ放置で、この間に野菜を切りますから。はい、はい、じゃあ次の工程入ります。はい、はい、でこれ野菜なんだけど、今日はね玉ねぎとセロリをねチョイスしました。いいですね。これをだからいつものこれですよ。そう処刑です。処刑人。こんなもんすかね。結構ね俺粗めが好きなんですよ。なんで粗めでやっちゃいます。いい匂いする。本当だ。でこいつもね後で焦がしますから。これも焦がすんですか？はい。野菜バラバラにしてさ焦がしまくってみ。超楽しいから。はい。で肉ねこれ水分出てくると思うんですけど、一旦ねこれ外すとふわーっていくでしょ。はい。これで水分飛ぶんで一回こう冷ましてやるっていうね。そういうやり方があるんですか？はい、近道ですから。はい、まず焼けたんで、すごい。こんなもんでいいですかね。結構ね肉の香ばしい香りがしてきたらいい塩梅ですね。そしたら一回ね電子レンジ可能なやつに移してください。はい。でついに赤ワインを使う時が来ました。ビストロシャイニーで初めてお酒が出ますね。お酒出ました。これにちょっとつけてもらいたいんですよ。いい匂い。半分ぐらいですか？半分ぐらいでいい。レンチン。レンチンするんですか？アルコール飛ばさないといけないんで、このまま15分ぐらいレンチンしますんでお待ちください。はい、はい、じゃあ続いて野菜を炒めていきます。まず野菜からね水分をいっぱい出さなきゃいけないんで塩コショウしてもらいたいんですよ。もうこの段階で塩コショウして。そうするとね汗かくんだよ野菜が。熱いっつって汗かきます。熱いっつって汗かくんで。水抜きですか？そう強火放置。はい。手間はなるべくかけないでいくのがビストロシャイニーですから。時間はかけますけどなるべく手間はかけないと。手間かかってないですもんね。そんなかかってないです。放置なんで。わかる？ちょっと野菜がほら焦げた匂いしてきたでしょ。しますね。これがもうこうなったら OK。表面もいい感じ水分感じますよね。そうOKですか？ワインもね水分飛んでほら本当だ。全部肉にワインの方染み込んでますんで。このミートソースっぽい匂いがここから来てるんですか？そうワインね。ワインなんだ。で野菜を先にこれ炊飯器だから今日も炊飯器でミートソースなんでちゃんとしてる方の炊飯器。そうちゃんとしてる方のやつで、これね赤ワインチャック。めっちゃうまそう。で最後にトマトホール缶で雪湯に怒られないようにこれもう水でちゃんと洗ってこれちゃーっとこれでいいですかね。これで葉っぱがあるんですよ。ローリエじゃないですか？ローリエですか？カレーにも入ってたりするからローリエって。カレーにも入ってるの？そう肉なんだよね。政治だから肉全般おすすめ。ローリエウィンクラーは何位でしたっけ？ローリエウィンクラーはね確か5位ぐらいだったかな。5位とかそんなにでしたね。で皆さんボディービルってあれなんですよ。ボディービルやったことない人が順位つけるとローリエウィンクラーなんですよ大体1位が。だけどボディービルやってる側からするとプロポーションとかそのアウトラインとか筋肉のカットでやっぱ見るんで、自分はローリー正直3位以内に入ると全く思ってなかったんで。はい。あなみさん当たってましたもんね。だから結局だから次俺やりますよ。順位付け。予想。来年やりますじゃあ。やりましょう。いいですね。はい。シャイニーカレーでしたっけ1位が。何でしたっけ？1位がシャイニーカレー。違う。それはあれでしょ、ブランドンカリー。カリーか。ブランドンカリーか。シャイニーカリーじゃない。シャイニーカリーじゃないですか。で、ちなみに今ピッと押したんですけど、これも本当は明日の朝まで寝かしてほしいですが、
そうも言ってらんないんで、これからシズラーに行って帰ってきて言ってね、はい、味見しようっていうところで、はい、わかりました。マジでお願いします。はい、じゃあもう期待大悟で。はい、大悟です。はい、じゃああれから3時間ほど経ったんですけど、はい、ちょっと見てみますか。こんな感じ。うわすげえ、葉っぱ入ってる。葉っぱは入ってるよ、2枚。ワインをね、さっき俺チンしたじゃないですか、はい、そのまま入れちゃうと水っぽくなっちゃうんで、どうしても作業は必要で、ワインのね、そのアルコール飛んだ甘さとか、そのフルーティーな感じがもう肉に染み込んでて、ザ・ミートソースですね。めっちゃうまそう。匂い嗅ぐと分かると思うけど、ちょっとデミグラス感あるじゃん、これはね焦がしたからなんですよ。もし焦がさないでやってたらこういう風にはなってないです。だから焦げっていうのは一つのね味なんですよ。名言言ったよ俺今。じゃあ得意のね細長いやつ。細長いやつで今日はスパゲッティーニで普通に。こちらのティーニテラジさんですね。テラジさんです。はい。これはオーソドックスなボディービルダーです。はい。こちらにお湯、熱々のお湯。もうね50度だから基本これ。基本50、一人暮らしのこんな感じのとこは。ですよね皆さん。違いますよ。大体50度っすよ。やけどしますよ。で家賃が4万。家賃。で手取りは？手取りが12万。どうにかしたい。どうにかしてですね。じゃあ待ちですか？10分とりあえず待ちましょう。はい、10分待ちます。はい。20秒が待てない。20秒が待てないですね。この状態なんだけど、やっぱり俺はね、しっかり水切ってほしい。これは水切る派ですか？水切ってもう湯気もなんかもう出してもらっていいんで。で、この時ミートソース。うわ、ミートソース。もういい匂いするっしょ。めっちゃいい。これね、ちなみにだから砂糖とか使ってないんで一切。そうですよね。はい、やっぱり自宅でミートソース作るってなるとどうしてもやっぱりねその味気がないと思うんですよ皆さん。本当にケチャップ使っちゃったりとかソース使っちゃったりするんですけど、それをやるぐらいなら本当に今レトルトの方がうまいですから、レトルトで作った方がいいです。で逆にこういう風に作るんだったらこういう材料で作った方がやっぱりね楽しいんで、実験のつもりでねやってみてください。でこれを入れてですね、自分はミートソース結構絡めたい派なんでしっかりとこう絡めてあげると。いい匂い。でミートソースもなるべく汁は残さないようにしっかりパスタに吸わせてあげたいんで、もし絡まないってなったら少しオリーブオイルとか足してあげると乳化して、絡みやすいですけどカロリーもねそれをいっちゃいますから。あとチーズ入れるとか、そうするとまとまるんですけど、うちちょっと貧乏なんでねチーズは今日ないんでチーズはお金かけたらいくらでもうまくできるんですよ別に。そうですって、それは言ってますよね。それをしないのがビストロシャイニで手間かけることも主婦の方とか難しいと思うんですよ。だからそういうのも省いてますからできちゃいましたよなんだかんだで。すげえ、馬肉のミートソースパスタ、はい、シャイニー風、無添加、パンプアップしますね。はい、できましたミートソースパスタね。美味しそうです。はい、ありがとうございます。これ見て、これ汁ないっしょ。汁ないっすね。汁なしですよ。汁なしっすね、あざみさんいつもね。でちょっと最後に、お好みでいいんですけど、自分結構シナモンかけると好きです。シナモンかけるんですね。軽くパフパフしてました。パフパフしてますもんね。そうそうそう、軽くかけたんでちょっと食べてみてください。いい匂い。はい、ではいただきます。はい、馬肉ですからね。馬肉でできてます。じゃあ馬肉ちょっといただいていいですか。はい、めっちゃうまい。柔らかいでしょ。優しい味。馬はパワフルなんですけど、はい、無添加なんで味は優しいっていう。いいですね。はい。おいしい。シンプルでうまいね。やっぱトマトの酸味がいいですね。そうです。あとちょっとやっぱ肉炒めてるんでデミグラスソースらしさもちょっと出てるから。でこれ油使ってないですよ実は。オリーブオイルさえも使ってないんで、本当にお馬さんの味をもうまとまってる。チームパルモぐらいまとまってますよ。ありがとうございます。これがパルンボさんですか。いやパルンボさんの三角形入ってないです。美味しいですね。美味しいでしょ。低温調理した馬食って、カレー食ってシズラで散々食ってそれでもうまいですから。そうだね。それは確かに俺たち今日大変だったもんね。大変ですから。関口君に送ってもらって助かりましたよね。チーズがあるといいね。できれば
粉チーズ。うん、だから手取り25万ぐらいの人はチーズありでいいと思いますよ。手取り18からいけます。18からいけるか。粉チーズはパルメザンでしょ。でもパルメザンです。だからこれはダメですよ。これはだから25万でしょ。パルメザンだったら、はい、パッパッパって振りかけるやつなら18から。18からいける。ダメさんあと6万頑張ってください。すいません。うまそうだね。めっちゃうまいですこれ。うん。柔らかいね。柔らかいです。やっぱ脂っこくないから、なんか全然シズラーの後でも全然もう一回シズラーいける。アイス食った後なのにね、美味しいですね。締めてまたこれ食ってるからね。いいね、いろんな味があって。いやー、馬肉本当なんか何にでも合いますね、馬肉っていうのはね、本当に。ダメだ、もう最後食ってばっかね。今週までは食べですよね。うん。冬眠でもすんのかな、これ。そうですね。でもみんなやっぱそうじゃないですか。本日と終わった方たちは。そうですね。今年はもう出ないってなるともう食うしかないですね。じゃあ明日もなんか食べるんじゃないですか。明日はだからアイス実家に帰って、ランチをね。はい。で考えてるのが定休日を利用して、マッスルグリル交流会をやると。いいですね。アズでね。アズで。みんなでハッピー、みんなでおデブ。何が悪い。そういうことです。悪いことないですよね。吐くのは禁止です、皆さん。そうですね。推奨してないですか、自分吐くのは。うん、それだから吐くまで食べるではないんですよ。満足したらもう食べるのやめる。そう、それはね、本当もう真面目なお話で。そう。今やっぱりもう社会問題と言ってもいいですから、やっぱり食事をね。やっぱりその食事のことをやってるチャンネルですからね、私たちは。そこら辺をちょっとしっかりやっていきたいですね。だから大食いとか無茶なことしてやってもいいんですけど、やっぱり吐いてしまったりとか、必要以上に食べるっていうことは本当になんて言ったらいいかな、食育とは反してるんで、それはそれでエンターテインメントでいいんですけど、自分はもう食育なんでそういうことはしない。食べたら太るのが自然ですからね。もうそれは太るために食べてますし、痩せるために食事を制限するんで、それはもう気持ちと心は、体は常に同じです。自分も減量中になったらしっかり、ダイエットするけど、終わったら別に食べるだけ食べる、太る自分を全然外からこいつ豚だなって見てるだけなんで。ところでね、ミートソースね、作ってみーやー。